こんにちは、アンナスです。今日は、針の号数の話をしたいと思います。号数っていうのは、太さの話なんですけど、私がいつも使っている針はどんな針ですかみたいなのもたまに聞かれるので、針ってそう私がいつも使う針、じゃなくって、その号数によって針の本数によって針っていうのはいろいろ変わっていくんですよっていう話をちょっとしたいかなと思います。では手元の方にどうぞ。はい、では針の説明をしたいと思います。針は、私がよく使っている刺繍用の針っていうのはこういう先が尖っているものです。なんか思い切り刺すと血が出るみたいなぐらいのこの尖り具合の針ですね。で、なんか最近教室を久しぶりに再開していろんな方がいらっしゃって、なんか針持ってますとか言ってこう針持ってこられるんですけど、なんかいろんな針がいっぱい入ってるセットとかを持ってこられて、どれ使っていいかわかんないみたいなのがあったんで、ちょっと軽く説明すると、私も詳しくないんですけど、その針ですね、これ針の絵でこの先がすごいとんがっているのが刺繍針ですね。で、刺繍針でも先の丸いやつがクロスステッチ、ちょっと違うんです。クロスステッチはこの先は血が出ないです。刺しても血が出ないです。別にクロスステッチってなんか方眼紙みたいになっている布にの穴に通していくだけなので、先とんがってなくていいんですよね。逆にとんがってると変に布を割っちゃったりするから先丸いんですよね。先が丸い、尖ってる。で、刺繍針とクロスステッチ針っていうのはたくさん刺繍糸の本数を入れなきゃいけないので、ここの穴が縦長なんですね。長で、縫い針は、先は血が出るぐらいとんがってる、血が出るっていう表現おかしいですよね。尖ってるんですけど、穴がこんなに丸くないか、こんなに細く長く開いていないんです。なんか丸って感じで、そう1本しか入れなくていいから、縫い針は。なのでここが丸いんですよねっていう違い。ざっくり多分この辺ぐらいしか入っていないと思います。なんか手芸店とかで買ったいっぱい刺繍針が入ってて、なんかこれはなんとか手芸用、何々用、縫い針用みたいなので、どれを使えばいいか分かんないっていう方がいらっしゃったんで、一応ちょっと説明したんですけど、刺繍針はこの尖ってるやつが刺繍針です。で、その中でもこれこういうことなんですけど、本数によって3号から9号、もっとこれ6本取り以上なんで12本取りとかも探せばあると思うんですけど、あとメーカーによって若干太さ違うんですけど、だいたい一緒ちょっとなんかメーカーによってちょっと太いなとか、なんとなく誤差はあります。誤差はあるけど決まってます。で、これが何かっていうとこれですね。9号が1本取りで3号が6本取り。これは糸の並び順なんで、9号っていうのはこの一番細いやつ、これはもう1本しか入りません。で、刺繍針ってざっくりなんで 2,3 本取りとか 4,5 本取りとか、だいたいこの近くだったらいいです。例えば2本取りで刺繍しようと思うんだったら7号でもいいし8号でもいいし、6号でも大丈夫みたいな感じで、近いところを使ってもらうといいです。で、一番やっちゃいけないのは、この
6本取りの針、3号針、この一番太いので2本取り刺繍してる人が結構多いんですよね。なんでかっていうと、多分入りやすいから。針に糸通すの結構難しいので、入れやすいから、なんか太いの使っちゃえって感じで、私も結構そういうことやってたんですけど、ダメなんですよね、これ。こういうこと、これ今6本取りの針に2本通してると刺しやすいんです。入れやすいんですよ、穴に。でもこれなんでダメかっていうと、布に針をこれ刺しますよね。刺した時に結構こう針の穴が太く開いちゃうんです。でも刺繍糸がひょろひょろなので、なんかこう例えばサテンステッチやっていこうと思う時になんかスカスカ感が出たりとか、こうやって埋めなきゃいけないところがこうスカスカになったり、ここ穴がちょっと大きく開いてしまったりとか、ちょっとなんて説明していいのかわかんないんですけど、作業がしづらいっていうのが一番のポイントです。なので、これやる人多いんですけど、これはちょっと糸通しとか、これ糸通しですね。これ刺繍用の糸通しで、ここがちょっと太くなってるんですけど、糸通しも使い方どうだっけみたいなのもよく聞かれるんですけど、こうやってで、この大きい穴だったら糸通りますよね。だからここに入れるのは多分問題ないと思います。この針の穴に糸を直接入れるのが難しいっていうことなんで、代わりに引っ張ってもらうって感じですね。ギューって引っ張ってもらうとこれで入ります。なのでここはちょっと頑張って2本取りだったら2本取り用の針に糸通し使って入れてもらうっていうのが割と作業しやすいとか、仕上がりに差が出るっていうのはすごい、なんだろうな、初めての人だとちょっと感覚的に分かりづらいかもしれないんですけど、やっぱ違います。それなんかこう感覚的なものなので、ちょっと言葉に説明、私はちょっとなかなか難しいんですけど、もうここは頑張って揃えていただけると嬉しいかなと思います。なので、気をつけることは、クロスステッチとか縫い針でやらずに、まずは刺繍針で、刺繍針の中でも号数が割とざっくりですけど決まっているんで、あんまりかけ離れた号数の針を使わないで近場を使うっていうことが結構作品の仕上がりに結構響いてくるんで、そこをちゃんとしておくといいんじゃないかなと思います。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。